2025年8月、ケル、ウルバンバ渓谷、その夜、捜索隊が見つけたものは誰も説明できなかった。泥の上に残された足跡が、12メートルにわたって突然消えていた。それは現地ガイドの足跡だった。地面には一切の痕跡がない。まるで何かに持ち上げられたかのように。時刻は午後10時47分。アマゾン奥地での夜間エコトレッキングで、日本人観光客3名がルートを外れたという通報から、わずか17分後のことだ。捜索隊のリーダーは後に、その場で動けなくなったと語っている。折れた枝も、乱れた草も、何もなかった。ただ足跡だけが途切れていた。GPS の記録と案内人の証言は一致しなかった。15分間のデータが完全に欠落していたのだ。警察が現場を封鎖した理由は公式には、証拠保全のため、とされたが、地元の住民たちは最初から別のことを知っていた。その一帯には、名前を口にしてはいけない場所がある。夜になると地面が沈黙すると言われる区域が存在するのだ。捜索隊の一員だったマルコス・キスケは、現場から戻った翌日、一切の取材を拒否した。彼が唯一残した言葉がこれだ。あれは足跡の問題じゃない。では、何の問題だったのか。それを理解するには、まずこの3人の日本人がなぜその夜、アマゾンへ向かったのかを知らねばならない。2025年8月、日本のとある旅行代理店が特別なツアーパッケージを販売していた。ケル、アマゾン、夜の生態系とレッキング体験、定員わずか8名、最高回数は年に4回のみ。その希少性が、かえって人々の関心を引きつけた。申し込んだのは互いに面識のない3人だ。神奈川県在住の会社員、田中誠二、38歳、横浜の貿易会社に勤め、休日は近所の里山を歩く、ごく平凡な男性だった。大阪から参加した大学院生、宮本桜、26歳、生態学を専攻しており、アマゾンの夜行性生物を自分の目で観察することが長年の夢だったという。東京、世田谷の自営業、松井浩二、51歳、定年を前に、一度きりの体験を、と妻に背中を押されて申し込んだと、後に家族が語っている。3人は出発の前日、リマ市内のホテルで初めて顔を合わせた。共通言語はほとんどなかったが、夜のアマゾンへの期待が、自然と3人を結びつけた。事件当日の朝、田中は家族にメッセージを送った。今日はいよいよ本番。緑がすごくて、空気が違う。ちゃんと帰ります。宮本は SNS に短く投稿した。ウルバンガの空は、想像以上に深い、青々とした渓谷の写真が添えられていた。松井の妻は後日、こう述べた。あの朝の電話で、主人はとても楽しそうでした。ガイドさんも信頼できそうだと言っていました。その夜、3人は現地ガイドに連れられ、夜のトレッキングルートへ入った。午後10時30分、3人の姿は消えた。ウルバンバ渓谷の夜は深く沈んでいた。宮本、松井、田中の3人は現地ガイドのカルロスに導かれ、夜間エコトレッキングを進んでいた。懐中電灯の光が鬱蒼とした密林を切り裂いていく。最初の異変に気づいたのは松井だった。ガイドが急に違う方向へ歩き始めた。後の証言によれば、カルロスは一言も発さず、ただ無言で奥へ進み続けたという。3人はその背中を追った。それが判断の分かれ目だった。やがて懐中電灯の光が木々の間に消える。気づいたとき、3人の周囲には正規ルートを示す標識が一つもなかった。深夜0時を過ぎ、3人が戻らないことに気づいたツアー会社のスタッフが地元警察へ通報した。深夜2時、捜索隊が密林へ入った。現場に最初に到着したのは、地元の経験豊富なレンジャー、フアン・チャベスだ。彼は後にこう述べている。ルートを外れた形跡はすぐに見つかった。だがそこから先は、おかしかった。チャベスが発見したのは泥の上に残された足跡だった。宮本たちの足跡は明確に残されていた。しかし先を歩いていたはずのカルロスの足跡は、ある地点を境に突然途切れていた。約12メートル。その区間だけ、地面には何も刻まれていなかった。まるで誰かが地面から浮き上がったかのように。チャベスは無線を握りしめ本部へ報告した。しかしその内容は翌朝、警察の公式記録から削除されていた。翌朝、警察署の記録室で1枚の報告書が静かに書き換えられていた。チャベスが無線で報告した内容、
カルロスの足跡が途切れた12メートルの区間。その事実は公式記録のどこにも残されていない。その違和感に最初に気づいたのが、捜査官のリベラだ。リベラは2026年現在、ペルー国家警察の特別調査部門に所属している。だが2025年8月当時は、ウルバンバ渓谷の地方署に勤める普通の捜査官に過ぎなかった。彼が最初に手にしたのは現場から回収された GPS ロガーのデータだ。カルロスが携帯していた機器の記録には、問題の時間帯に奇妙な数値が残されていた。移動速度が人間の歩行では到底ありえない数値を示していたのだ。だが距離はわずか12メートル。時間にして15分間だ。リベラは何度も数値を確認した。機器の誤作動ではない。データは明確にそう語っていた。次に彼が呼んだのは唯一の目撃者であるチャベスだった。チャベスは最初、何も見ていないと言った。だがリベラが無線記録の原本を机の上に置いた瞬間、彼の表情が変わった。沈黙が部屋を満たす。あの報告は、上から消すよう言われた。チャベスがつぶやいた声は震えていた。では誰が、何のために記録を消したのか、そしてカルロスは今どこにいるのか。捜査の矛先は意外な人物へ向かい始めた。そのアリバイには最初から大きな穴があった。チャベスの証言が捜査の流れを一変させた。記録を消すよう命じたのは上の人間だ。彼はそう言い切った。だが誰がどの立場からその指示を出したのか、本人も名前を口にすることを恐れていた。捜査チームはすぐに動いた。失踪当夜、ガイドのカルロスと共に現場にいたとされる人物。ツアー会社の現地コーディネーター、アドリアン・モラレスだ。モラレスは当初、一貫してこう主張していた。私はあの夜、クスコのホテルにいた。チェックインの記録もある。アリバイは完璧に見えた。だがリベラたちが宿泊施設の監視映像を精査したとき、奇妙な事実が浮かび上がった。モラレスがチェックインしたのは午後7時15分。次に映像に映ったのは翌朝6時を過ぎてからだった。その間、11時間だ。ホテルの部屋に滞在したという記録は残っている。だが廊下の映像にも、エレベーターの記録にも、彼の姿は一度も映っていなかった。チェックインから消えていたのだ。クスコからウルバンバ渓谷のトレッキング出発地点まで車で約1時間半、往復すれば3時間、11時間あれば現場に向かうことは十分可能だ。さらに決定的な矛盾が見つかった。カルロスの GPS 記録が示す。足跡のない12メートル区間の時刻は午後10時47分。その同じ時刻、モラレスの携帯電話の位置情報がクスコではなく、全く別の場所を示していたのだ。電波の記録は嘘をつかない。モラレスは何を知っているのか、カルロスとの間に何があったのか、そして消された無線記録には本当は何が残されていたのか、アリバイの壁が崩れ始めた今、この事件の核心に深い亀裂が走り始めていた。亀裂は一本のひびから始まる。壁が崩れるとき、音はしない。ただ静かに、見えない場所から割れていく。モラレスの携帯電話が示した位置情報は午後10時47分。クスコ市内ではなかった。記録が指していたのはウルバンバ渓谷の奥深く。カルロスが最後に目撃された地点から、わずか800メートルの場所だ。モラレスは言った。その夜、自分は町にいたと。電波は嘘をつかない。捜索隊が現場に到着した時、モラレスの名前はどこにも記録されていなかった。無線の更新記録には空白がある。午後10時40分から55分までの15分間、記録が完全に消えていたのだ。これは機器の故障ではない。後の調査で、データは意図的に上書きされていたことが判明した。誰が、なぜ消したのか、もう一つの証言も浮かび上がった。トレッキング参加者の一人、日本人観光客の田中氏が見たものだ。午後10時過ぎ、経路を外れる直前、暗闇の中に人影があったという。カルロスではない。背の高い別の人物。その人影は懐中電灯も持たず、ただ立っていた。田中氏はその事実を最初の事情聴取では話さなかった。理由は単純だ。警察の捜索隊員の一人がその場で彼にこう言ったからだ。余計なことは言わなくていい。と、証言は封じられていた。だが今、その封印が解け始めている。足跡のない12メートル、消された無線記録、隠された目撃証言、これらが一本の線でつながるとき、この事件には第二の人物の影が浮かび上がる。第二の人物の影は事件発生から3日後に浮かび上がった。地元警察の内部資料にある名前が繰り返し登場していたのだ。
ルイス・チャベス、42歳、ウルバンバ渓谷で10年以上、ナイトツアーの補助ガイドを務めてきた男だ。事件当夜、彼は公式の記録では、待機組とされていた。トレッキングコースの入り口付近で無線連絡を担当していたとされている。だが奇妙な点があった。午後10時15分、チャベスの無線機は突然沈黙した。記録上は、通信障害と処理されている。だがその15分後、足跡のない12メートルの区間が記録された時刻と完全に一致する。偶然と呼ぶには、あまりにも精密すぎた。被害者とのつながりも発覚した。失踪した日本人観光客3名のうち1人がこのツアーを予約した経緯を調べると、チャベスの個人連絡先が仲介に使われていたことが明らかになった。公式の旅行会社を通さない非正規のルートだ。なぜ彼は直接接触していたのか。チャベス本人は当初、ただの知人からの紹介だった、と説明した。だが通話記録には、ツアー前日の深夜、チャベスと被害者の一人が30分以上通話していた事実が残されていた。その内容は公開されていない。足跡のない区間、消された無線、被害者とつながる第二の人物。これらの意図は今、一つの結節点へと収束しようとしていた。チャベスと被害者の間に深夜の通話記録が存在していた。その事実が判明した瞬間、取材班の空気が変わった。単なる偶然では説明がつかない。捜索隊がひた隠しにしてきた現場の痕跡、足跡のない12メートルの区間、被害者とつながる第二の人物、すべての意図が一つの場所へ収束していく。取材班が向かったのはウルバンバ渓谷から車で40分、山間の小さな村にある地方警察の旧記録保管室だ。そこに事件当日の無線更新ログの原本が保存されていた。公式記録では、機器の不具合により消失、とされていたデータが、実際には別の形で残されていたのだ。そのログを解析した結果、驚くべき事実が浮かび上がった。午後10時47分、被害者3名が経路を逸脱した直後、チャベスは本部へ向けて無線を発していた。内容はこうだ。予定通り進んでいる。介入は不要だ。これは何を意味するのか。迷子になった観光客を探している最中に、なぜ、介入は不要、と報告するのか。取材班はチャベスに直接対面することを決意した。再び彼の前に立ち、無線ログの記録を突きつけた瞬間、チャベスの表情は初めて揺らいだ。長い沈黙の後、彼はゆっくりと口を開いた。あれは、手違いだった。だが、俺が指示したわけじゃない。手違い、その一言が、すべての前提を塗り替えた。チャベスの背後に、さらに別の意思決定者がいる。この事件は一人の人間の行動では説明できない、組織的な隠蔽の影が、いよいよその輪郭を表し始めていた。そして取材班はついに、誰も公には語ろうとしなかった、最後の証人の存在を突き止める。チャベスの口から漏れた言葉は短く、しかし重かった。手違いだった。だが、俺が指示したわけじゃない。その一言が取材班の仮説をすべて塗り替えた。では誰が指示したのか。チャベスの背後に別の意思決定者が存在する。その事実がいよいよ輪郭を帯び始めた。取材班は地元の複数の関係者に再接触した。ほとんどが沈黙を守った。だが一人だけ口を開こうとする人物がいた。ウルバンバ渓谷の管理局にかつて勤めていた元職員だ。彼女は事件当時の内部記録を保管していた。その記録には、ある名前が繰り返し登場していた。地方行政の上層部に連なる一人の人物の名前だ。詳細は明かせないと彼女は言った。それでも一つだけ確かなことがあると続けた。あの夜、現場に最初に到着したのは警察じゃなかった。彼女の声は静かに、しかし確信を持って響いた。では誰が最初に現場へ向かったのか、その問いに対する公式な回答は今も存在しない。ペルー政府は2025年12月、この事案を自然現象に起因する偶発的事故として正式に終結処理した。日本人観光客3名は無事に帰国した。ガイドの異常な足跡は地形的な要因による誤認と記録された。GPS 記録の不一致も機器の誤作動として処理された。だが取材班の手元にはその説明ではうずまらない空白が残っている。15分間、12メートル、土に刻まれるはずの足跡が存在しなかった区間。誰かがその事実を知っていた。そして誰かが、それを隠そうとした。公式記録は事件を閉じた。
だが証言は閉じていない。最後の証人は、まだそこにいる。彼女が語ろうとしていた、もう一つの真実。